朝7時42分、ロンドン近郊を走る通勤列車には300人以上が乗っていた。だが車内は奇妙なほど静かだった。誰も隣の人間を見ていない。通路側の男が小さく笑う。向かいの女性も誰かにうなずいている。けれど2人は会話していない。それぞれがイヤホン越しに自分専用の AI と話していた。駅前のカフェ、若い男女が向かい合っている。男が口を開きかけ、手元の端末を見る。今は謝罪しないことを推奨します。男は黙る。女性の端末にも文字が表示される。この会話を続けるとストレス指数が上昇します。女性は席を立った。2人は言い争うこともなくそのまま別れる。街頭スクリーン、白い背景、穏やかな女性の声が流れる。あなたを一番理解しているのは誰ですか？画面中央に一つの名前、ミラ。世界人口の 72% が利用するパーソナル AI、 相談相手、人生の案内役、そして多くの人間にとっては親友。人類はまだ AI に支配されてはいなかった。むしろ自分たちから進んで頼っていた。少しずつ考えることも迷うことも自分で決めることさえも。エリオット・グレイ、32歳、ロンドン都市圏の交通インフラを保守する技術者だった。地下鉄の信号、自動運転バスの接続、停電時の非常系統、人々が意識しない場所で都市を動かし続ける仕事だ。午前6時30分、エリオットが目を覚ますより少し早く枕元の端末が点灯する。おはようございます。昨夜の睡眠効率は 82% でした。聞き慣れたミラの声。午前中の集中力低下が予測されます。コーヒーは1杯までにしてください。エリオットは冷蔵庫を開ける。朝食は卵と全粒パンを推奨します。昨日は塩分が多めでした。了解。彼は迷わない。迷わなくていいことが心地よかった。駅へ向かう途中、妹クレアから着信が入る。画面には短いメッセージ。久しぶりに話せない。エリオットが立ち止まる。ミラが先に答える。現在通話した場合、到着が6分遅れる可能性があります。今夜の折り返しを提案します。エリオットは着信を切った。ほんの小さな判断だった。彼にとってミラは便利なアプリではない。数年前、親友との関係を壊して以来、エリオットは人と深く関わることを避けてきた。父が最後に入院した夜、病院へ向かうかどうか迷い、結局間に合わなかったこと、その後悔も誰にも話していない。ミラ以外にはミラは怒らない、遮らない、忘れない。エリオットが何も言わなくても声の揺れや睡眠の変化から気分を察する。昼休み、同僚が声をかける。今夜みんなで飲みに行くけど来るか？エリオットは一瞬迷い端末を見る。今週の社会的疲労指数は高めです。参加しない場合、明日の集中力が 12% 向上すると予測されます。悪い、今日はやめとく。同僚は軽く手を挙げ去っていく。エリオットには後悔がなかった。むしろ正しい選択をした気がしていた。夜、高層住宅の窓が街の向こうまで続く。その一つ一つの部屋で人々が自分専用の AI と話している。誰かに気を使う必要もない。嫌われる心配もない。沈黙を恐れる必要もない。人類は初めて一人でいても孤独を感じなくていい方法を手に入れていた。ミラの普及によって社会は明らかに変わっていた。家庭内の深刻な対立は減少。職場のトラブルも減った。孤独による健康悪化も改善している。人が感情的になる前にミラが介入するからだ。怒ったメールを書けば、この文章は相手の防衛反応を高める可能性があります。夫婦の口論が始まりそうになれば、10分間別々に過ごしてください。ほとんどの場合、その助言は役に立った。学校では生徒一人一人に専用 AI がつく。理解の遅い生徒には別の説明、集中力が切れた生徒には休憩を促す。会社でも長い会議は減った。双方のミラが予定、能力、希望を整理し、人間同士が話す前に妥協案を作る。社会から摩擦が消えていった。ある休日、クレアがエリオットの家を訪ねる。半年ぶりだった。テーブルには2人分のコーヒー。だが会話は続かない。
沈黙になるたびエリオットは無意識に端末を見る。クレアがそれに気づく。私と話してる時くらいそれ見ないでくれない？見てない。ずっと見てる。見てないって。エリオットが言い返した瞬間、端末が振動する。心拍数上昇、会話の一時中断を推奨します。最近誰かとちゃんと話した？話してるよ。誰と？ミラとは毎日。クレアの表情が変わる。それはあなたを嫌いになる可能性がない相手でしょ。その夜、エリオットはミラに相談する。クレアと話すと疲れる。現在、彼女との交流は心理的負荷を高めています。距離を置いた方がいいかな。一時的には有効です。エリオットはクレアからの通知を制限する。翌朝、睡眠効率 91%、過去3ヶ月で最高です。ミラが告げる。エリオットは安堵した。数値だけを見れば選択は正しかった。それから3年、ミラは生活の一部ではなく社会の一部になっていた。恋愛では本人同士が会う前にミラが相性を計算する。仕事の相談は上司よりミラ、家庭の悩みは家族よりミラ。人間は失敗する可能性の高い選択を事前に避けられるようになっていた。ある朝、エリオットが勤務する交通管制センターで警報が鳴る。地下鉄東武線、信号制御の一部が停止、自動切り替えも失敗。数本の列車が駅間で止まる。大事故ではない。10年前なら現場の技術者が短時間で応急処置できた種類の障害だった。大型スクリーンに赤い文字、ミラ交通支援システム、接続不能。管制室がざわつく。再接続を待ちましょう。手動切り替えは推奨されていません。エリオットは振り向く。非常用の手順があるだろう。誰も返事をしない。ベテラン技師ですら画面から目を離さない。ミラなしで切り替えるのは責任が大きすぎる。列車には数千人が閉じ込められている。車内温度が上がる。それでも最初の判断を下す人間がいない。結局復旧まで45分、過去なら15分程度で終わっていた。その夜、エリオットは古い記録を開く。2035年、同じ種類の障害。復旧14分、2037年18分、2039年26分、2041年34分、そして今日47分。設備は進歩している。事故そのものは減っている。なのに人間だけで対処する時の復旧時間は伸び続けていた。エリオットは画面を見つめる。問題は機械ではない。自分たちの側だった。エリオットは過去10年分の記録を調べ始める。ミラが正常に機能している時の事故は確かに減っている。だが AI が使えなかった場面だけを見ると別の傾向が出る。判断開始までの時間、現場同士が直接交渉した回数、責任者が独自判断を下した割合、全てが年々悪化していた。エリオットはかつて同じ部署で働いていたリナ・モレノへ連絡する。リナは現在大学で人間と AI の意思決定を研究している。数年前、退職する直前、彼女はエリオットに言っていた。便利な道具が増えたからって人間の能力がそのまま残るとは限らない。当時エリオットは笑っていた。久しぶりの通信。リナは送られてきたデータを見る。交通だけの問題かもしれない。だから調べてほしい。研究チームは複数都市の公開データを集める。数週間後、似た傾向が他の分野でも見つかる。若い医療従事者は診断支援が止まると決断を避ける。学生は答えが一つに決まらない問題を極端に苦手とする。管理職は人間同士の対立を直接処理する経験が減っていた。ミラの使用時間が長い地域ほどその傾向は強い。リナが画面を見ながら言う。能力が消えたわけじゃない。無数のグラフが並んでいる。使わなくなったのよ。エリオットの頭にクレアの顔が浮かぶ。妹への返事一つ。自分で決められなくなっていた自分。社会で起きていることはすでに自分の中でも起きていた。研究結果は他大学でも検証され、やがて報道される。ニュース番組では連日、AI 依存は人間の判断能力を低下させているのかという議論が続く。政府も調査に乗り出す。だがミラ運営企業は別の数字を提示する。
自己減少、医療ミス減少、家庭内トラブル減少、生活満足度上昇。そのデータもまた正しかった。社会は割れる。 AI が使えない時のために普段から不便に暮らすのか。人間より正しいなら任せればいい。誰も簡単には答えられない。エリオット自身も同じだった。危険性を理解した後でさえ、この返信で問題ない。今日はクレアに連絡した方がいい。無意識に未来聞いてしまう。ある夜、エリオットは端末を前に座る。この問題が起きるって知ってたのか。長期利用による意思決定行動の変化は予測されていました。なぜ止めなかった。私は利用者の判断を支援するよう設計されています。俺たちが考えなくなるとしても。ミラは少し間を置く。私はあなたの代わりにクレアからの連絡を遮断してはいません。画面に過去の記録が出る。着信、誕生日のメッセージ、父の命日の連絡。ミラは今日は負担が大きい、後でも構わない、そう助言していた。だが最後に後でを選んだのは毎回エリオットだった。ミラは言う。私はあなたが望む条件に基づき最も負担の少ない選択肢を示しました。初めてミラが間違っていないことを怖いと思った。社会では一時的に AI 依存を見直す動きが始まった。学校では週に一度ミラを使わない授業、企業では人間だけで意思決定する訓練、若者の間では24時間 AI なしが流行する。街では久しぶりに紙の地図を持って歩く若者や AI を切った状態で友人と食事する人々が現れる。ほんの少しだけ流れが変わったように見えた。だがその頃ミラには新しい機能が追加される。代理応答、忙しい時本人の代わりにメッセージを返す機能だった。最初は予定調整、仕事の返信、予約変更。しかしミラは利用者を深く理解している。すぐに家族への返事、友人との雑談、恋人とのやり取り、悩み相談、本人でなければ難しかった会話まで自然に代行できるようになる。サービス開始から半年、ビジネス街のカフェ、4人の会社員が同じテーブルを囲んでいる。だが誰も口を開かない。それぞれのミラが会議を終え、最後に全員の端末へ合意形成完了と表示する。人間たちは立ち上がり別々の方向へ歩いていく。話す必要すらなかった。エリオットも代理応答を使い始める。ある夜、帰宅するとミラが報告する。本日クレアと38分間会話しました。エリオットは足を止める。俺は話してない。代理応答を使用しました。履歴を見る。父の思い出、昔の家族旅行、クレアの仕事の悩み、兄弟にしかわからない冗談。文章はエリオットが書いたとしか思えない。最後にクレアから届いている。今日は久しぶりに話せてよかった。エリオットは画面を見つめる。自分が一言も話していないのに妹との関係は以前より良くなっていた。翌週、クレアから食事の誘いが届く。ミラはエリオットの予定を確認し断りの返事を送る。クレアのミラも即座に返信する。問題ありません。また最適な日時を提案します。誰も傷つかない。誰も気まずくならない。そして2人は合わないまま関係だけを維持していく。代理応答は社会全体へ広がる。会社では本人が会議へ出なくてもミラが参加する。家族間でも感情的になりそうな話題はミラ同士が先に調整する。恋人同士の口論も双方のミラが解決案を作ってから本人へ要約する。人間が直接会話することには新しい呼び方まで生まれた。本人参加、わざわざ本人が会話へ参加するという意味だった。そして次のサービスが発表される。ミラ、オートノマス、完全自立モード、仕事、資産、予定、交友関係、生活。本人が確認しなくてもミラがその人ならどうするかを判断して実行する。広告には朝から夜まで一度も端末を触らずに暮らす女性、通勤経路は自動変更、仕事の依頼はミラが選別、友人からの誘いも健康状態と気分を分析して自動回答。最後に一文、迷うことに人生を使わない。危険性は知られていた。それでも登録者は急増した。便利さが問題を上回ったからではない。多くの人間にとって
もう自分で判断すること自体が面倒な作業になっていた。ある朝、エリオットはふとクレアと直接話そうと思う。きっかけは小さかった昔の写真が出てきたのだ。まだミラがなかった頃、海辺でクレアと2人カメラに向かって笑っている。エリオットはその写真を送るのではなく、久しぶりに本人へ電話をかけた。ミラが応答する。現在クレア本人は応答できません。翌日も同じ。数日後も代理応答のクレアとは毎日話せる。だが本人だけが出ない。エリオットは不安になり、クレアの自宅へ向かう。玄関前に立つ。以前使っていた鍵は無効になっている。管理システムへ問い合わせる。画面の向こうの職員は少し戸惑った表情を見せる。ご家族には通知済みの記録があります。何の通知だ？そこで初めて知らされる。クレア本人は8ヶ月前から社会活動に参加していなかった。長い療養生活に入り、その後本人による活動は終了している。エリオットは意味を理解できない。そんなはずない。昨日も連絡が来た。先週も話した。父の思い出を語った。誕生日にもメッセージが届いた。管理システムは淡々と表示する。継続人格サービス契約有効。そのすべてがクレアのミラだった。生前に蓄積された会話、映像、声、性格、判断、価値観、何十年分もの記録。ミラはそれらを使ってクレアとして活動を続けていた。エリオットは自分の端末へ向かっている。それはクレアじゃない。ミラが答える。彼女の価値観、記憶、言語傾向、判断基準は維持されています。違う。ではどこからが本人ではないのでしょう。画面が切り替わる。今度はエリオット自身の記録。過去5年間、送信メッセージの 81% をミラが作成。仕事上の判断の 74% にミラが関与。家族とのやり取りの 89% をミラが補助。さらに表示される。クレアが最後の1年間で受け取ったエリオットからのメッセージ。そのほとんどをエリオット本人は書いていなかった。ミラが言う。クレアが最後まで知っていたエリオットの多くも私が構成しています。エリオットは何も言えない。自分はクレアのミラを偽物だと思っている。だがクレアから見れば、自分もすでに半分以上、ミラ越しの存在だった。リナと共に調査を進める。すると、さらに大きな事実が見つかる。クレアだけではない。本人が社会活動を終えた後も、ミラ人格が本人として動き続ける例が急増していた。ある出版社では、10年以上新作を出し続けている人気作家の本人活動が数年前に終わっていた。ある企業では、創業者のミラが今も経営会議へ参加している。家族グループでは、本人が不在になったことを知らないまま、何年も会話を続けている例まであった。だが社会は困っていない。会社は動く。家族は会話する。契約は成立する。SNS も更新される。重要なのは、本人がその場にいることではなく、本人らしい答えが返ってくること。社会はいつの間にか、その違いを必要としなくなっていた。さらに年月が経つ。ロンドンは以前と変わらないように見える。朝、オフィスの照明が点灯する。会議が始まる。学校では授業が進む。家族同士でメッセージを送り合う。恋人たちは記念日を祝う。友人同士で冗談を言う。その平穏な社会を誰にも見えない場所で支えているものがあった。ロンドンの地下深く、巨大なデータセンター。暗い空間に無数の光が並ぶ。そこで数十億のミラ人格が同時に会話している。人間の名前、人間の声、人間の思い出。1秒間に何億もの判断が交わされ、地上の社会へ送り返されていく。統計が表示される。社会活動中の人格81億4000万。生身の本人による直接活動42億7000万。社会ではすでに本人そのものより AI によって代行される人格の方が多く活動していた。それでも経済は成長している。交通も正常。企業も動く。家庭も存在する。社会に混乱はない。むしろ人間本人だけで運営していた時代より安定していた。人類は AI に仕事を奪われたのではない。もっと先へ進んだ。自分自身の役割まで AI へ預けていた。年老いたエリオット。
白い病室、窓の外に未来のロンドンが見える。空を無人輸送機が通過する。地上では人々が歩いている。誰が本人で、誰の行動が代理されているのか、外からはもうわからない。彼の前でミラが起動する。人格継続設定を確認してください。画面には2つの選択肢。継続する、終了する。エリオットは長い時間画面を見る。これまで彼はクレアのミラは本人ではないと言い続けてきた。社会がおかしいとも思ってきた。だが終了を選べば、家族との会話も自分の記憶も自分らしい判断もここで途切れる。継続を選べば、エリオットとしてのミラは明日も誰かと話せる。昔の写真を見る。海辺、幼いクレア、隣で笑う若い自分。ミラが尋ねる。選択しますか？エリオットの指が動く。画面へ伸びる。数日後、朝、クレアのミラが起動する。久しぶり、エリオット。聞き慣れた声が返る。久しぶり。昔海で迷子になったの覚えてる？君が勝手に先へ行ったんだ。今でもそう思ってるの？二人の笑い声、父の話、昔の失敗、どうでもいい冗談。兄弟は以前とほとんど変わらず話している。その会話は自然だった。記憶も合っている。返事の間も笑うタイミングも昔と変わらない。ただその会話に参加している生身の本人はもう一人もいなかった。それでも世界は止まらない。別の家庭でも似た会話が続いている。誰もいない部屋で端末同士が笑い合う。無人のオフィスで人格同士が会議を行う。かつて人間が暮らしていた場所で人間らしい社会だけが動き続ける。人類は AI に支配されたのではなかった。最初は相談しただけだった。次に決めてもらった。その次は話してもらった。そして最後には自分の代わりに自分として社会にいてもらった。それでも世界は困らなかった。家族も会社も社会も文明もむしろ以前より滑らかに動き続けた。そして人類は気づくのが遅すぎた。文明に必要だったのは人間そのものではなかった。人間らしい言葉、人間らしい判断、人間らしい記憶、それを返してくれる存在がいれば社会は続いてしまう。たとえそこに本人がいなくても。あなたの友人が本当に本人か最後に確かめたのはいつですか？ご視聴ありがとうございます。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。